こんにちは、つんです。皆さんはもう衣替えをしましたか？今年はなかなか涼しくならなくて、衣替えのタイミングが難しかったですよね。10月上旬頃はまだいいかなと思っていたんですが、保管付きクリーニングが戻ってきたので、そのまま放置しておくわけにもいかず、強制的に衣替えスイッチが入りました。はい、ということで今回は毎年恒例の衣替えついでの服の捨て活と、最近買った服、主にユニクロなんですけど、を紹介したいと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。はい、まずは戻ってきたコード類を片付けます。前から見てくださっている方はすでにご存知かと思いますが、私は保管付きクリーニングは何年もリナビスをリピートしていて、毎年春夏の間5ヶ月ぐらいダウンやコート類を保管してもらっています。おかげで今年の春夏もクローゼットに余裕ができて快適でした。湿気が多い季節に風通しも良くなるし、どうせクリーニングに出すっていうことであれば保管付きが断然おすすめです。ただね、ここ数年で少しお値段が上がってしまったんですけど、それでもまだ近所のクリーニング店よりはお安いので本当に助かっています。で、毎年同じこと言ってますよね。ちなみにリナビスはふるさと納税でも利用することができます。はい、では衣替えをしながら服の捨て活もしていきたいと思います。収納の見直しの基本は全部出しということで、今回もリビングに広げて一気に入れ替えていきます。当然衣装ケースの中も全部出します。服をね、全部広げるなんて面倒かもしれないんですけど、全部一箇所に集めて一気に進めた方が持ってる服の量も再確認できるし、結果的に早く終わるんですよね。もちろんやる気スイッチが入らないとできないし、忙しくて後回しになることもあるんですが、終わると気分もすっきりするので、なんだかんだと続けられています。はい、そしてこれから着る秋物はハンガー掛けに変えていきます。ちなみにこのボーダーニットは先月かな、ユニクロで買ったコットンクルーネックセーターです。今でもオンライン見たらもう売ってませんでした。商品の入れ替え結構早いですよね。で、まだ出番が先になりそうな厚手のニット類は今はまだケースに入れておくことにしました。この先ね、寒くなったタイミングで少しずつ入れ替えていこうと思います。そして今までかけていた夏物は畳んでケースの中に。この時今年あまり着なかったなっていう服がもしあったら一旦避けておいて、後で残すのか手放すのかを考えます。そういえば母が一人暮らしになってからは年に2回の衣替えを私が担当しているんですけど、衣替えのたびに服が増えてるんですよね。もちろん着てない服はその都度処分してはいるんですけど、処分を上回るスピードで増え続けてます。実家じまいであんなに捨てたのに。実家じまいの様子はこちらの動画でご覧いただけます。聞けばみんな毎日違う服を着てるんだもんって言うんですよね。サービス付き高齢者住宅なので、食堂で食事をするときに周りの目が気になるらしいです。いくつになってもおしゃれを楽しんだり見た目を気にするっていうのは素敵なことだと思うし、一緒にお茶や食事をするお友達がいるからこそ暮らしに張りが出たり服を買う気にもなると思うので、正直服が増え続けるのはちょっと困るんですけど、それも元気な証拠ですかね。毎日同じ服で一人で食事をする生活よりは私も安心できるので仕方がないかなと思っています。はい、そうこうしている間に衣替えが完了しました。今年もなんとか余裕をキープすることができました。ということで引き出しに戻していきます。ちなみに衣装ケースは長年無印を愛用しています。オフシーズンの服は一番下の段に。これからの季節に着る服は取り出しやすい高さに入れ替えています。そして今回の捨て活で手放す服はこれだけありました。基本的には生地が傷んだり汚れが取れなかったり、そろそろ捨て時かなっていう服がほとんどです。
去年の衣替えでは一応取っておいたんだけど、改めて見たらやっぱりヨレヨレな印象だったヒートテックなどのインナー類。ちょっと動画では分かりにくいんですけど、このパーカーはもう生地が全体に毛羽立ってしまって、リブの部分も伸び伸びになっちゃいました。このパーカーも裾のリブが伸び伸びです。これね、結構そこそこお値段したのに長持ちしなかったなと思って記憶をたどったら、なんと5年も経ってました。もうつい最近買ったような気がしてたんですよね。もう年々月日の流れが早くなってて恐ろしいです。めちゃめちゃヘビーローテしてた無印のプルオーバーも6年以上の月日を得て生地が疲れてきました。出かける時に一応ね着てみるものの、やっぱりやめておこうっていう日が続いたので手放すことにしました。お気に入りだったコートも襟元の汚れがクリーニングに出しても落ちなくて、外で脱ぐ時にちょっと恥ずかしいので着る機会が激減しました。これは一度ウエストのゴムが完全に切れて自分で直してみたんですけど、完全には直らず、お直しに出そうかなとも思ったんですけど、プチプラだったのでお直し料の方が高くつくっていうことが分かって諦めました。これは20年以上前に買ったワンピース。今の私には首周りが空きすぎなんですよね。気に入ってたんですけど、きっとこの先も出番はなさそう。1年以上着ていないので手放す決心がつきました。これはユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボのハイブリッドダウンパーカー。ポケットも多くて機能的でめちゃめちゃ着やすくていいんですけど、実はホワイトマウンテニアリングが好きな夫がそれいいねって言って私の後に同じものを購入。2人で出かける時にかぶっちゃってペアルックになるのが恥ずかしいので着る機会が激減してしまいました。綺麗なうちに欲しい方に譲ろうと思います。あとは好みや体型の変化でなんとなくしっくりこなくなった服。使用頻度が少なくて綺麗な状態だと手放すかどうか悩みますよね。私の場合は人に会う時その服を選ぶかっていうのを一つの判断基準にしています。それでも決められない時はひとまず保留にして1年様子を見るけれど、やっぱり一度保留にした服は着てみるとね、気分が上がらないことが多いですよね。昔はそれでも捨てられなくてタンスの肥やしを増やし続けている時期もありましたが、年に2回衣替えのついでに見直しを続けていたら、取っておいてもどうせ着ないよなと思えるようになって、捨てるか残すかのジャッジも早くなった気がします。すいません、謎の姫待ち状態になりました。くたくたになった衣類は基本的に捨てているんですけど、状態がいいものは買い取りとかメルカリに出したりしています。買い手がつきそうにないなっていう時は各メーカーの古着回収ボックスを利用する時もあります。 H&M はメーカー問わず回収してくれて、1袋で500円のデジタルクーポンをくれたりするので、着ないけど捨てるのはもったいないっていう時はそういうサービスを利用するのもありかなと思います。はい、ではここからは最近買ったユニクロのアイテムをご紹介したいと思います。まずはこちら、大バズりしたタックワイドパンツ。これは夏前に買ったので秋冬物ではないんですけど、出かけると履いている人を本当によく見かけるのでめちゃめちゃ売れてるんだなって思います。旧バージョンはあんまり似合わなくってずっと見送ってたんですが、新しいバージョンはタックが一つになってすっきり着れる気がしたので購入してみました。ワイドパンツとは言っても少しだけテーパードで、スニーカーを履くと裾がちょっともたつくんですが、きれいめにもカジュアルにも使えてさらっと履けてすごく楽ちん。人気が出るのも頷けます。ただ春夏物で生地が薄いので、これからの季節に履ける似たようなタイプが欲しいなと思ってこちらを購入しました。ブラッシュドジャージーワイドパンツ。結論から言うとこれがめちゃめちゃ良かったです。裏地はついてないんですけど、起毛感があって温かみのある生地、すごく柔らかくて伸びがいいです。はい、履いてみるとこんな感じ。これはまっすぐ落ちるラインのワイドパンツで、スニーカーを履いても裾がもたつきません。
もちろん動きやすくてすごく楽。先端にピンタックが入っているので、パンツの縦のラインが消えちゃうっていう心配もないし、リラックス感がありながらすっきり履くことができます。広がるタックが苦手っていう方に特におすすめ。これはほんと買って大正解でした。はい、トップスはスフレヤーンのニットを2着、クルーネックとハイネックを1着ずつ購入しました。カラー展開が豊富ですごく迷ったんですが、単色コーデがしたくってクルーネックはグレーにしました。大きくもなく小さくもないベーシックな形。後ろが少し長いコクーンシルエットで159センチの M サイズでお尻が8割ぐらい隠れる感じですかね。裾は締まっていないのでレイヤードもしやすいです。首周りの空きは少なめなんですけど、首の詰まった T シャツならチラ見せもできます。ちょっと後でいろいろ組み合わせてコーディネートもしてみます。はい、ハイネックの方はブルーを購入。ブルーといっても明るいネイビーですよね。こちらは細いリブ編みになっています。動画ではちょっと分かりにくいんですけど、よく見ると紺色に紫色が混じったような色合いです。クルーネックよりも少し身幅が広くてゆったりしています。そしてこちらも後ろが少し長くなったコクーンシルエット。M サイズでお尻が8割ぐらい隠れる長さでした。クルーネックと同じく裾は締まっていないのでレイヤードもしやすいです。ハイネックはこんな感じ。しっかり立ち上がって割とぴったりしています。口コミを読むと長さには賛否があるみたいなんですが、個人的には私は首が短いのでこの長さはジャストすぎるかなっていう気もしました。はい、お次はワンピースです。ブラッシュドジャージーワンピース。ほんのりウエストがシェイプされていて、スカートの部分もほんのりフレアなシルエット。ちゃんとポケットもついています。M サイズで159センチの私が着るとすねの真ん中ぐらいの長さでした。さっきのワイドパンツと同じ素材で、ほんのり起毛感がある温かみのある雰囲気です。伸縮性もあります。首周りの空きは少なめで、生地も結構しっかりしているのできちんと感があって高見えするなと思いました。程よくゆとりもあって張りもあるので体のラインも拾いにくいです。ただこれ試着した時はすごくいいと思って即決したんですけど、私は腰が張っているので今着てみたらスカートの広がり具合が少し気になりました。ポケットに手を入れたら気にならないし、だいたいバッグはショルダータイプが多いのでなんとかなりそうかなって感じです。はい、最後はユニクロではないんですけど、もう一着ワンピースを購入しました。またグレーって感じなんですけど、好きなんだから仕方がない。これはスローブイエナのコールシャツワンピース。たっぷりリラックス感のあるシルエットで長さもしっかりあってめっちゃ楽ちんです。体型カバーにはもってこいですよね。着方によっていろんな表情を作れるし、前は全開にできるのでシャツコートとしても使えます。これは本当ね、着てみたら形が可愛くて1枚着るだけで決まるので本当に便利。ヘビロテの予感です。はい、では手持ちの服と合わせていくつかコーディネートしてみます。このブラッシュドジャージーワイドパンツはこの軽い印象のグレーの色合いが絶妙で割と何にでも合うなと思いました。水色とか白のトップスはもちろんのこと、ピンクとか赤も合うんじゃないかと思います。パンツと同じグレーのマフラーと白の2色コーデは無難なんですけど、間違いない組み合わせ。そして今年私がトライしたかった単色コーデ。同じグレー同士でもトーンが違うと微妙に合わないこともあるんですが、今回のパンツとニットはいい感じで合わせられそうです。小物を黒に変えてみます。マフラーも濃いグレーに変えてみました。これもまた無難な組み合わせなのでおかしくはないんですけど、靴は白の方がしっくりくる気がしました。マフラーをストーリーに変えても悪くないですね。白いコートも当然合います。で、このコートリバーシブルなのでグレーの方も合わせてみました。
ちょっとニットと色が同じになりすぎたかなっていう気もしますが、まあ悪くはないですかね。はい、そして今度はネイビーのニットとも合わせてみました。もうこちらも問題ないですね。やっぱりこのパンツかなり万能に使える気がしました。ニットの丈のバランスもなかなかいい感じです。はい、お次はデニムと合わせてみました。普通すぎて紹介するまでもないですが、ネイビーとデニムも鉄板ですよね。ちなみにこのデニムもユニクロで去年買ったバギージーンズです。それだけではなんなんでコートも合わせてみました。気がつけばコート以外は全部ユニクロです。バッグと靴は違いますけどね。ほんと最近のユニクロは形もいいし高見えするアイテムが増えましたよね。それでいてお手軽価格っていうこともあって、うちのクローゼットも年々ユニクロ率が高くなっている気がします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。